とりあえずマップ版見ていくか。マップ版。全然ベイラーっていうチームがよくわかんないんだよな。まだちょっと格ついてたら言って。カフェ、クラブハウス。お、領事館じゃん。いいね。ゴンなかったぞ、ゴン。ナイスゴンなし。昨日寝落ちしちゃって赤部でつきました。途中でなんかコメントねえなと思ったんで。なんか配信が不安定なのがすげえイラつくな。I always feel like that one of the big points for MNM was Stage2 マジで考えるか。 good turning point for them. I think it gave them a lot of experience. Was it 22 in Sweden? Yeah. Gave them a lot of experience. 見れてるよね。大丈夫だよ今のところ。俺何もしてない。YouTube 流してるだけなのにこれでさ配信重いって言われたら涙目だ。配信やめろってこと。Made grand SI. 昨日でもね G2 とダンリミの試合寝る前にちらっと見ちゃった。大学さんこんにちは。寝落ちした後の方が面白くて悔しかったです。あ、まあちゃんとゲームやり始めれたからな。そっからな。序盤は本当にストーリーちゃんと始まってないし、俺の配信のさ設定で時間食ってたから、あそこは申し訳ない。お、スカイズっていうのがいるぞ。No, it's a bit of a hard nut to crack most of the times for Kafe. Just getting into the building is where I think you lose a lot of your time on the attacks. So you do have to be well coordinated and know kind of what's plan A. Okay, if plan A doesn't work, what's plan B? You need to make sure you have that checklist ready to go. MNM haven't lost anyone, which is a very good start, and also looks as though the defense have fled the top floor early, and that's because they're going to try and play with some C4s below. Eco will deploy the C4. That's going to be a kill if he blows it. Yes, it will be. Great work from Eco getting things on the board. I like that for Valor. Bait them in, make them feel it's safe. フラグなくなること発表されたね。嫌な。あれフラグで調整するのやめたじゃなかった。Both C4s spent. I think we saw one spent as a almost ambitious throw up through the skylight. So ソロトフまたやられてんの。あ、さっきの突き上げか。ソロトフ結構前のめりにやられるよね。And for Valor to be able to pick up that kill and to continue using that utility on that first floor is going to be valuable indeed. There's still enough time here for MNM to start ripping open this floor, and we're going to see that's the task of Usus now, swinging the sledgehammer and seeing if he can gain any lines of sight. ピンかフラグ追加がわけわかんない。まああんま取られてないからでしょ。逆にグリッドロックだけにするとフラグ嫌な取ったのをグリッドロックに回すと多分攻撃がさすがに弱くなりすぎるって判断だと俺は思う。だから他のアタッカープレイヤー誰だ、オペレピック率が低くてそこまで勝率が高くないやつ誰だってなった時に多分フィンカが候補に上がったんじゃない。いや俺グリッドロックにフラグはありだと思う。もう避けた。いいじゃんいいじゃん。ベイラーってね。グリッドロックにフラグがなんでいいかっていうと、俺ノマドの劣化版でしかなかったなと思ってるのグリッドロックって。ポイントピックが本当にさ、音を消すとか特殊なセットプレイじゃないと持ってこれなかったじゃん。それに対してノマドは結構汎用型だからさ、役割全く被っちゃってたから、ここだけなんかうまいこと言ってないなと思ってたから、グリッドロックにフラグは俺全然ありだと思う。まあ最終的にはなるほどなっていう俺結構納得感のあるあれだった。でもよくわかんないのがウォーデン。ウォーデンがよくわかんなくなっちゃった。ウォーデンまた太ってたじゃん。モンタリフラグがいらね。グリッドロッカーさん使いたくなってきたけどね、これで。ちょっとシージやんないとマジ、中華アップデート来たらもうまたやんないといけないタスク増えるから、シージもやらんとなって時間が取れません。朝栗は指合さんにさ、コードもらったからやりきれないといけないし。Laser focused on the run out. MNM are obviously expecting quite an aggressive style of siege from Valor here. 今日の夜シージやんのもありだ。Too wrong to expect such play.
そうね、ゴンシックスはちょっと調整で入れてた部分があるから、まあでもフラグ持たせたら取るのは当然ってところあるよ。嫌ながゴンシックス持つじゃん。まあそのあたりはどうなるかね。いや確かにスタンにしてゴンシックス持たせたら案外バランス取れてる気が俺もしてきたなと。お出たセットプレー。うわー華麗なるセットプレーきた。イコ呼ばれてるぞ。イコーって呼ばれてる。これ間に合っちゃうよね。なんで今平面見てたんだろうね。タイミング的にかな。おお、一人持ってったのにね。でもこれもう上でセット組まれてんじゃない？上でロック入ってない。でもね、上でロック入ってるから、これもう絶望の上ロック入っちゃったよ。ウオでもともとアーマーさんだったからね。体力さんのスピード1だった。エリーさんお疲れ様です。そうね、RGL の LCQ 待ってください。もうちょっと早く始めたかったんだけどさ、家のことしてたらさ全然終わらなかった。ソロトフがカリ使ってんぞ。珍しいね。出た、何でもできる男ユズス。スポーンキルだな、多分。2階の窓じゃない。スモールベーカリーじゃないんだよ、2階の窓じゃない。遊撃してるウォーデン多かったからコンセプト的に現地に行ってほしかったんだよ。いやまあピック率が異常に高くなっちゃってんだよウォーデンって。そのインが入ってくるかもしれないアタッカーリピックの関係で、それもあってユーズスなんでもできます。それもあって多分制約持たせないといけないよね、何らかの形でってなって結局太った。それとさ、ナメプじゃないんじゃない？なんかでも試しとこうあるかもしれない。ちょっとアップデートしないとさ、若干実力拮抗してるからさ、EU は4枠目の争い結構大変だよね。MNM でさ、今インビポイントどこだっけ？まだ20位に入ってないんだっけ？ネロ普通にハンドガンで打ち勝ってたぞ。嘘でしょ。勝負しに行くネロ。I think the Ashe and Iana combination from Solotov and Tyrant, that's what they favor more. I think both of those players are. Yeah, I would say, is the G36 a bit of a crutch gun? でもあれじゃない、ペストランチャー張りすぎてたんで打ち込んでた。 can melt through most defenders with ease. あれでもペストランチャーってさ、ハッチにつけてブリーチングチャージでハッチ壊されたら壊れるよ。Operators like the IQ into your lineup, you're always going to stick with the comfort picks for your entries, and that is what Solotov and Tyrant should be doing. いや、アタッカーでオヒンフィンピックはありなんじゃない？俺その方がバリエーション広がって面白いと思うよ。俺なんか嫌なピックされすぎだろうと思ってたからさ。フィンか LMG 時代はあんまり到来しないんじゃない？使える人と使えない人がいると思うからな。でも銃自体が強いから。ただイアナとフィンカのピックっては結構選択肢と出たと思うけど、ただフラグ墓地を誰持ってくるかなんだから。ワンチャングリッドロックもあるし、グリッドロックも普通に銃強いから。センズの銃の使いリコイルがどうなるかちょっと楽しみ。あとなんか地味にタチャンカ強くなってたんだろ。地味にタチャンカさ、あれダメージ11も上がったらエグくない？ DP のダメージ。タチャンカ最強時代の方が来るんじゃない？そうね、気がついたらインビ設計下がってたね。俺も400前後かと思った。あれ多分350ぐらいだな。強っ！お、ナスカバ。Inside of Laundry now going to try and take this challenge on to Tyrant, but this is just blind swings from both sides. え？いいカバー。Oh my goodness. What a mess. There's a TDM lob upstairs.
今結構選択側に固まってるからやべえかなと思ったけど、カバーラインちゃんとしけてたね。さすが下から上がってきただけはあるベイラー。貧価バフ受けてアイコニックがメジャーに受けてアップ始めてます。この間もあいつ LMG 使ったから普通に。でも結構さ、なんかサポート寄りのその貧価ってさ、まあ前に全然行ってもいいんだけど、最近の使い方見てるとさ、ちょっとサポート寄りにライン位置してて、しっかり回復してみたいな感じじゃん。それを考えるとなんかアイコニックが使いやすいだろうね。ポジション的に今後ろになってるからね。途中もたまに発で落とすの結構違うよ。いや、いやはさ、索敵の幅も広くてさ、ジェミニ使って。で、銃クソ強えじゃん、どっち使おうが。で、1.5 倍持ってるでしょ、G36C に関しては。それでフラグ持ちって、もともと規格外だよな。だから、他に渡せる人が誰なのかが見出しきれなかったってだけでしょ、フラグを。それだけ戦力を左右するんだよ、フラグは。いや、俺スレッジ足に戻してほしいけどな。スレッジの足さんはあんまり意味なくねって思うけどね。今唯一調整的に不満があるのはそこかな。よくすり抜けた。惜しい。いや、これユーズスよ、やっぱり。ここでさ、イーストまで詰め切ってるユーズスのファインプレー。うわー、ソロトフいい打ち込み。あー、リロードしちゃった。頑張ってるね、ベイラーも。ベスト8でインビ確定。ああ、シェージいけそうだね。いけそうな可能性出てきたよね。でもベスト8の壁は厚いからな。CAG にとっては特にな。いけない実力は全然いけないってことは仕上がり的にはないと思うけど、戦術の幅広くないとちょっと揺さぶり勝負で負けそうだよね。SS 足元して、俺ミュートはねスピード1でもいい気がする。ミュートはちょっと強すぎるから。でもこういうアビリティいじれないから今構成的に。ミュートいてくれないと結構攻撃側で止まらない状況って結構出ちゃうから。ミュートはね必須ピックにほぼ近いから、まあスピード1でもいいかなと思う。でもスレッジは反対だってバックドの差別化出たもんね。もうちょっとピック上がってもいいんじゃん正直。そんなに取らなくなったじゃんみんな。いや強っ。分かってたのに。いや妖怪で見られてたよね多分。妖怪か音で分かって先に置かれてたのに勝っちゃうタイラント。いや CAG はやっぱりアルクリー君とチビス君がやってくれるよ。あの2人が吹かせた風がマジででけ。CAG 見て育った世代だから。このソルトフさん、その SMG そんなリコイルちゃんとできたっけ。ソロトフさんのパワーリコイルがえぐい。いやジャックスいい選手なんだけど頑張ってんだけどな。囲い込みがエグすぎる。また最後ネロじゃん。これデジャブだな。この位置でやられんの。この位置でやられるのデジャブだ。まあモンターピークしねえって思っちゃうよな。まあまあまあでもベイラー防衛2本しか取れてないのか。つらおカフェで2本はつらおだな。しかも MNM のカフェ防衛かきちいねこれ。You need to work as one unit. You're the team that needs to take control of the map. You're the team that needs to push into these fortified positions. That's what makes it so difficult. So I will say for Valor, I'm really interested in what they're going to come up with. がその世界大会で可能性を見せてた時代よりもさらに今手数の時代になってるからな。ちょっと自分たちのスタイルを押し通すだけではマジで限界があると思う。
Yeah, if you're going up against a team like MNM, you know that you've got a couple of players you need to really try and lock down, right? You know, you're going to have Solotov, you're going to have users, you've got Tyrant, all of them are fantastic at finding space, and you don't want to give them the ability to have that space. So the Nomad, that's going to try and lock down some of those rotations. There are 3 different staircases on Kafe, okay? Not all of them go to the same level, but you're going to want to try and restrict that movement somewhat. And as you say there, the Jack should assist you in, you know, just a little bit of that coordination that some teams can often struggle with. And we've seen Valor, they've maybe not been the most coordinated side on the defenses, so前回のメジャーは毎回 CAG の対戦相手が前日休みって地獄でした。あれでも別に CAG だけじゃないよ。予選から上がってきてるチーム全部そうなってたはず。確か。They are going to go for this full top floor clear though. Now MNM showed no interest in going for the top floor. They were very happy to just まあそこのあれはあってしかるべきだよ。and make things happen that way. Valor, however, going for a little bit more of a full. タイラント強すぎだろ。8の3だぞ。Nice and early there with a pick. 紅茶君さんはコツです。No surprise that MNM aren't interested in the roam game. They have brought in a clash. That is. 公平ではあるというか、まあ公平ではないけど正確に言うと、でもまあ最終予選から上がってきたチームに対しての、ね、デスアドバンテージ、デスアドバンテージはあってしかるべきだよ。デスアドバンテージ死んじゃった。いやー崩せねえ、何も崩せねえ、強すぎる、ラインが全く崩せない。いやこれがやっぱりティア1チームとティア2チームの差だよな。いやそんな展開になる気がしてた。攻撃のところで顕著に差が出る。今全く何もできてなかったもんな。いやこれがティア1とティア2の差だよな。防衛はある程度やっぱできんだよ、どこのチームも。日本も一緒だけどさ、攻撃で顕著に差が出んだよな。So right now, things are going just as planned. What we expect to see from MNM, consistency. スカーズはベスト8行った時の臨時コーチが正式加入しました。今回もっとうまくする。臨時コーチじゃないじゃん。アナリストなんじゃない。だってコーチブルーの城なんです。They've not only got their cigar shop being held with that castle barricade, Nafe also inside with the Wamais, but even putting someone inside of bathroom to suicide hold there as well. It's a little bit risky from MNM, but not really because they have also opened up that freezer door. So then another defender can also swing two different angles. でもそう考えるとラレンボが行ってから4年しか経ってないのかと思うよね。あ、5年ぶりになるのか、2019年の2月だから。丸5年か。それは長いね。あれ？あれ？どうしたどうした？ Tyrant showcasing there just why he's one of the best in the world. Sky's going to find a kill over onto Solotov, but he's been taken to 1 HP in the process. Tyrant on a triple. Use us to clean up shop. I mean, something happened. さっきなんでバスルームトイレのクリアリング漏れたんだろうこれ。なんでなんだろうね。He gets taken out. Just think, how did anyone get away with what they were doing at school? Oh dear. Oh, he's going to take おけつ片尾だった。グリムのおけつ片尾。You get back in your box, Solotov. You might be 6-2 up, but you can't pull that on me. Good to see Valor getting an opening pick here. いやいやこれはポジティブに捉えたいよね。ソロトフは明らかにもう決めに行ってた。Drone phase in the early part of the round has cost them 4 so far. But that isn't the biggest problem right now. They should be able to come up with a strategy attacking onto this top floor. We're going to see Skies get the shock drone out, immediately see a lot of value out of that, removing mute jammers and getting rid of the default, allowing more of the drone work to be done. All about removing those mute jammers because they can really slow the process down. Tyra looking to play spoiler once again with that DMR. Got to be careful challenging onto those windows, even on the upside down rappel with that. They reinforced him in again in bathroom. I think they have. And タイラント全然やられないね。 This should be where Valor sees this opportunity and think, let's get the nade, shift it over to that bathroom, and get this guy killed. They're going to do the exact same hold just for top floor this time around. There's nothing different here. If Valor don't capitalize on that, which they're not doing, Ollie, Tyrant's been able to kill Skies.
いやでも攻撃顕著だよね、やっぱこうやって見ると。だって個々に当たりすぎてない。フリーキル取られまくってるよね、1v1 で。いやこうライン作って当たれてないよね。ここも何人根拠に上がってるのか分かんないんだよな。ちょっとこれはな感じしてきたぞ。MNM 普通に強いからな。俺勝ち抜き予想どう考えても MNM だもん。まあ実力は一番拮抗してるかな、 NA とかに比べると。NA はやっぱりワイルドカードと SSG かなって感じだったけど、まあミラージュが思った以上に裏切ってくるんだけど。カフェ IT ピック。あれこれ攻撃選んだんじゃない MNM。やる気満々だ。G2 を信じるです。この後 G2 ちょっと仕上がり楽しみだね。チラッと見ちゃったんだけどさ、まあ言うても勝敗が分かってない3ラウンド分ぐらいチラッと見ちゃったんだけど、だいぶ調子良さそうだった。黒さんこんにちは、いらっしゃい。Usually see Ace being played by Nafe. We usually see Nello playing the Thermite. We will usually see Solotov or users playing on a sledge. There really is sort of no in between with what these guys are going to be bringing to take on this map, and it is because it is one of the most siege maps that we have inside of Siege. There are so many different elements that need to be performed simultaneously. We're going to see a C4 attempt. G2 もさ、ちょっと頑張らないと。managed to land. I think Solotov did a 意味わかんない。 shooting that one out midair. まあ多分いけるだろうみたいなラインだったと思うけど。Not just because of the vertical game, but the nades also. He brings in only the only 7 MNM いける可能性高いんじゃないかな。350にボーダーラインが下がったと仮定したら。MNM choose if they want to go. ニャンキャットネクさんおはようございます。 Also even in towards blue, a nade helps out quite a bit. Tyrant opens up a kill on Taneko, and this has not been a good series for him. He didn't have a good campaign. It's not a good start for Clubhouse. この選手、このやられてる選手、ナヤオっていうの。ああ、祭壇割り知った。うわー、ソロトフいい詰めです。もう完全に押し込められてる。完全に押し込められてる。ビューティフォー言われてる。ドクターディスリスペクトみたいになってる。ドクターディスリスペクト配信見るといつもビューティフルって言ってるからね。F 用語がビューティフルしか言ってないあの人。それ以外の英語が分かんないだけなんで。ビューティフル、ビューティフルって言ってる。最近バロラントやったけどな、あの人。なんでバロラントやったんだろう。やるゲームがないんだろうな。いや俺ファルコンズはもういいわ、ぶっちゃけ。だってマジでガンファイトしかないもん。あんまおもろくない。もうなんか最初はセンセーショナルだとかおもろかったけど、正直戦術のこの時代でガンファイトだけでしか戦えないんだったら、俺はもう見ててもおもろくないからもういいや。逆に GK の試合まだ見れてないからさ、来週ちょっと見始めようかなと思ってるんだけど。GK の方がヌドル入れてちゃんとタクティクス持ってきてるってサウジ張りの強さのある円持ってんだったらちょっと楽しみ。あ、投げすぎたソロトフそれ。おいおい今日肩温まってるな俺っつってるなこれ。大谷翔平か俺っつってる。んThey've done a good job on a lesser picked operator now, Maverick. We don't see Maverick all too often, but it is extremely handy for removing those. いや、なんかヒューリーの評価低いけど、ヒューリーめっちゃ強いよ。ヒューリーナチュラルに強いからね。まあ相性は当然ある、ブリードに対して。でもブリードそこまでじゃないんだよ、戦術が。言うて結局リープスのところでリープスとスカックスの名前忘れた新しくなったやつ、あの2人のところで頼るからさ、若干戦術は甘いんだよ。タイラントが強すぎる。タイラントが絶対ファースト取ってくれるじゃん。お、いい当たり。タードか。元スカックスタードでしょ。スカックス名前変わったんだよ。
just going to be outside of the breach. Maybe gives himself BO1 強いブリード。BO3 になると手数がやっぱり足りないからヒューリーの方が全然上。ヒューリーね、柔軟性と俺ステージ1がずっと褒めてたけど、柔軟性と打ち合いのバランスがめちゃくちゃいいんだよ。i9 がいかないんだよね。あの i9 さんが。あの i9 さんがちゃんとライン作るからさ。いや、ヒューリーはみんな評価低すぎだって。全然強いぞ、あのチーム。俺だってステージ1、フェーズ2予想してたもん、ヒューリー。それぐらい強かった。でも、なんか、揺さぶりが弱え。スカーズとかと比べちゃうと、揺さぶりがあまりにも弱すぎる。I know that Alfama was talking about in the desk saying that Valor have been quite promptly in the kind of ideology of what they want to do with defense. やっぱなんかアジアチームは揺さぶりに弱いよ。だから NA とかに特に負けちゃうんだよ。揺さぶりうまいチーム。そんなに打ち合い強くねえのになみたいな感じがするチームでも。揺さぶり合戦に負けちゃうね。There goes the C4. I like that from MNM. They know the plan for Valor, and they're not giving them an ounce of anything to play off. They're not giving them a single kill. まあでも別競技だと思うけど BO3 と BO1 でももう BO1 で勝たないといけない時代だから負けたらちゃんと BO3 があるっていう俺今の大会の設計はなるほどなと思う。俺どっちかっていうとストリームが2本に分かれる方が結構クソだと思って大会としてだって見れないじゃん。だから俺は BO1 にしてでもストリームを1本に絞って視聴を集中させるっていうあの方法は一ファンとしてはいいと思う。でも予選から BO3 全部はさすがにしんどいから一ファンとして見てても。Are you going to get a bit more out of something instead of just Hail Mary throwing it and hoping for the best? Speaking of Hail Mary throws, Stolosov sends a いやだから CJ はあの揺さぶりが自分たちに必要不可欠だってことにちゃんとあのグランドファイルで気づけたかどうかだ。いや今結構淡白だね今のリテイクも。今のリテイクするんだったら人数2枚かけた方がいいよ。1人取られてもこのタイミングで1人削られると5人でのセットが難しくなってどっかに穴が開くからだったら1人倒されても1人でもう1人倒すっていう発想じゃないと結構しんどいと思うけど実際ティア1チームそういうのやってくるイメージあるけど。primary focus for Nafe right now. Main stairs being held well, and MNM with a full collapse. いやーほら残り30秒のまとめがえぐいやん。いやそう平面で言っても当然上にロック1枚入るよね。さっきリテイクで1枚取ってたらここの上のロックのなくなってる可能性が絶対あったんだよな。Bring the Hibana. That little bit of a change brought here by Valor. Going to bring in MNM and their main attacking force. The first time they played it was coming from. LCQ 始まった日本も。They put the Kai Claw on the hatch. It stopped them from getting moved into a time before then the EMP grenades were rotated over. But whenever it got to about the minute mark, we've seen that rotate for Bandit. I don't know why he's done that. Because at that point, a minute left, they've only just opened Moto. Triple wall is untouched. We then see them fully reinforced. いや気づいてないわけじゃないと思うよ。でもあの揺さぶりを日々の練習でどうやってチームに落とし込むかって結構難しい話だと思うんだよ。それはパピさんだけじゃなくて富士山コーチとかも、まあ、下手したらキョンさんとかも入ってチーム全体で話し合わないといけないことだと思う。お、コウさんこんにちは、いらっしゃい。今日はお休みかな。あ、そうね CAG も全然スカーズと当たる可能性出てくると思うよ。だってさフェーズ1の時ってさW7M に負けて結構スカーズでその後さ D プラスとかとも当たったじゃん。結構そういう実力が近いチームと当たんだなと俺も思ったんだよ。なんか方式決まってるらしいんだけど俺もよく分かってる。ネイフ今下見てた。ん？ニトロいいニトロ飛んできたんだよ。お、休みいいですね。いやそこで位置バレたの結構きつくないか。あ、なるほど。いい誘い込み。バウンドさんおはようございます。今いい誘い込みだったね。
Now MNM are staring Good down the barrel of communication. another round going against them here as they only have 2 versus 4. Nath with a quick drop immediately dealt with an eco to pick the last. 今のは誘い込みうまかったね。なんでそこであんなに一バレしたんだろうと思ったら、ラウンジにいたから奥の車線で倒すために呼び込んで悪くないじゃない。 2-2 だと。今のところこのマップは拮抗してるように見える。ここからエンジンかけてくる MNM としては攻撃取ったんだったら 4-2 で折り返したいだろうな。攻撃ね。アザミバンだったらクラブハウスはマジで 3-3 が平均かなって気がするな。Gives MNM the green light to move in and take what's theirs. I like the fact that they're prioritizing construction. This was a side of the map that they just had no interest in. いや、スクリームでも相手は関係ないよ。どういう風に設定決め込んで練習するかだと思うから、結構そういうノウハウってあんまり選手ないんだなと思った。なんかそれ前にさ、パピさんとかで話したのかな。パピさんが解説してくれてる時に話したのかな。なんか少人数戦が日本弱えみたいな感じになってた時代があったんだよね。全然スカーズとか台頭する前の話。その時に俺がふと聞いたの。少人数戦を意識した練習ってしないのって。基本的にしないんだって。何の話してるかっていうと、サッカーって攻め側が人数が少ない場合にどうやって崩すかみたいな、その局面的な練習するんだよ。俺サッカー部だった時によくやらされたんでさ、フォワード3人でディフェンス4枚みたいな。おお、3本取った。それを普段のスクリームでやるのって難しいんだけど、なんか早めに1人死んだ時に少人数戦意識してやろうぜみたいなのができるかどうかだと思うんだよ。exciting flanks that they're looking to try and pull off, and then recognizing when BDS は仕上がってる。でもバータスプロに敗れてたのはマジで悔しそうだった。あそこでちょっとインビポイント変わるから。But then users too will fall. Eco is actually going to be on that top floor, and he was getting called at that moment. おいいね、立体的に対応できてる。結構クラブハウスの方がうまいんじゃないこのチーム。We've not even seen a minute of play, and already it's 2 versus 4. ボンさん初めてチャットありがとう。そうだよね。なんか10人で練習したよね。なんかその同じチームで11人11人の戦いできるんだったらレギュラーチームに1人退場を想定させて10人で組み立てるとかっていう練習を俺もやらされたんだよな。今思うとそのシチュエーションはまあレアだけどレアだしそんなにやったわけじゃないけど、まあ、かなり極端な対応だなと思ったんだけど、攻撃は特にね、大体攻撃って人数足りないからさ。あれこれまさかの展開。あいつ確定した人。あOh my goodness, Valor! Are they gonna let this one slip? Well, I think they might. シージの少人数戦って難しいと思うんだけど、俺が思うのは今日のスクリームは一番前のアタッカーにもう早いラウンドでどんどん個人で仕掛けていいよみたいな。特にその攻撃での少人数での立て直しが必要だから今日はどんどん仕掛けていいよみたいな、今日は作戦の中に入んなくていいよみたいな、個人の打ち合いのスキル上げてみたいので前線のアタッカーにどんどん仕掛けさせることやって、で後ろはちょっとラインカバーせずに後ろにちょっと引き目でいてみたいな。それで最初の一人がやられるじゃん。勝てば勝ったってそれでいいし、それか手動のアタッカーを全然違う最初1分ドローン回させてドローンの練習させて手動がエントリーして建物の中入った後に普段例えばソルトフみたいな感じよ MNM だともうガンガン一人で行くじゃん。それをやらせずに立ち回り変えさせてアタッカーを後から入れることによってその前線の4人メインアタッカーいつもキル取ってくれるやつがいない状態で組み立てられるかみたいな練習。いろいろ工夫はしようがある。3v3 は全く意味がない。全然ゲーム性変わっちゃうから。
いろいろ工夫の仕方あるけど、そういう工夫の仕方やってねえんだなと思ったんだっけ。正解はないと思う、練習の仕方に。でも多分今日はこの5人での作戦やるからみたいなことしかやってねえんだろうなって当時思ったから、今はだいぶ変わってんだよ。特にスカーズとか多分相当工夫してるからあれ。じゃないとあんなに揺さぶりのなんか発想って出てこないと思うから、今日はこれをやるけどこういうシチュエーションになる可能性があるから、そうなった時にこれやろうとかっていう多分2段階のシチュエーション練習してる気がする。もしくは速攻1回やって多分潰されるから、そうなった時に B プランのこういう練習しようみたいな、そこまでちゃんと落とし込んでやってるような気がするな。それが多分ね、弱いチームはぶっちゃけできてないと思う。スカーズが強すぎるから弱いチームって言っちゃうと申し訳ないんだけど、なんかシチュエーション練習があんまりできてないんだろうなって思う。サッカーとかバスケとかってそれすごいやんだよ。あとアメフトは特にめちゃくちゃやる。アメフトはシチュエーションイコール作戦だからめちゃくちゃやる。いや、そこはマジでチームのノウハウだから無理だと思うんだよな。もうベイラこれありそうじゃない ?2-4。そう、多分そのノウハウがスカーズは優秀だから強いと俺は思ってる。それは多分ね、ピョン君が確かバスケットボールのスポーツやってた上がりとかでしょ、確か。だからその一般スポーツとかメジャースポーツの練習の仕方を持ってんだろうなと思う。まずくない？なんで言ったそれ廊下。あ、もったいない人数だったのに。どういう判断だったの？祭壇にも全然プレッシャーかけず時間もあったのに。あら、危ない危ない。そうそう、バスケもね、まあ、セットプレーはまだ別の話なんだけど、結構シチュエーション練習はする。こういう配置だった時にどう動くかとかさ。バスケか、まあ、サッカーの局地戦にシージって俺近いと思ってるからさ。一般スポーツで参考できるところある。多いと思う。でもバロとかはそれできないんだよね、逆に。バロってさ、もう少人数戦になったらエイムで片付けてもらうしかないんだよね。なんでかっていうと、バロって結構エントリーのところでスキル吐き切るから、スキルそのラウンドで使っちゃうともう残ってるのガンファイトしかないから、ガンファイトで解決するしかないんだよね。で、そのどこまでエリア取れてるっていうのがあるから、大きく裏取ったりとかシージみたいに立体的になんか動き回って立て直すってことがすっごい難しいゲームなんだよね。だからバロはもうエントリーのところのスキルの合わせとかめちゃくちゃ練習してると思う、プロがやってることといえば。もちろんこうなった時にこうできるよねみたいなのはスクリームの中で出てくるから、それはそれでやってると思うんだけど、そのあたりはね、同じ 5v5 のゲームでも全然違うと思う。それで言うと CS2 も多分一緒だと思う。CS2 もその投げ物でもうほぼ決まるから、まあバロのスキルみたいなもんだよね。フラグとスモークとスタンの構成をいろいろ検討して、まああと誰がスナイパー持ってくるかみたいな、その構成決めて、でここから投げて、ここでスモーク焚いてで入っていこうみたいな。ただ面白いのはCS2 は試合見てるとかなり揺さぶりがあって、めちゃくちゃ A ポイントに対してフラグとかスモーク投げてプレッシャーかけるんだけど、いかなくて引いて、相手が裏からリテイクに来たのをがっつり置いてるスナイパーとかクロス車線で倒すみたいな駆け引きがあって、あれがね見てて面白いなと思うんだよね。逆にバロはスキルがきつすぎて相手もスキル持っちゃってるから、カウンタースキルがエグすぎて、もう最初のところのスキル勝負である程度決着つけないとエリアが取れないっていう、あれきついよなと思っちゃう。いや、セットのパターンはダントツにバロ多いよ、シージよりも。シージセットプレーそんなに組めないもん、逆に。その相手の配置が複雑すぎて、建物立体的だし。
バロはマジで相当セットプレー練習してると思うし、マジでその一瞬のタイミングのズレが多分致命傷になる。それぐらいプロの精度高い。まあだからここで打ち勝ってくれみたいなその方針が各チーム違ってて、そのあたりが個性になるのかなと思って見てたりはするけど。そうそうそう、だからバロはマジで、まあ、エイム依存は強いは強いんだけど、本当にスキルの合わせ練習したチームが最強だと思う。まあエリアの取り方の概念とかもちろんあるんだけどさ、でもベースは多分そこだと思う。だからソロでやるのがしんどいのよ、バロは。だから俺コンペティティブやる気がもうないのが、勝つためにはそのボイチャ使わないとスキルの合わせできないからさ。あと結構練習しないといけないじゃん、スキルの合わせとかって。うわ飛び出した。そう考えるとシージのソロっていい加減にできるからいいよね。いい加減にできるって言われたら怒られるけど、比較的気楽にできる。So it looks as if main breach, the main breach isn't opened up, but certainly the one that they want to play off with construction certainly is. Now, Jax, you need to be careful. You just can't run straight in through the bomb site. Especially if you don't have catwalk control, that's where you're going to get killed from as the blitz. I'm really curious to see what his options are going to go for. Sure, radio jumping may be an option, but if you don't have garage control, I really don't know the impact that you're going to have as a blitz player here. Valor made a really good reposition as well to get himself down. なんか変にミラ残ってる。おいた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 。うまい。あでも別が崩されたか。いやでもなんかデンカーの方とブリッツフィンカーだぞ。あブリッツいるから全員1回引いてる。しかもインパクト握りしめてるぞ。叩いてます。あブラッカイで取れてる。あ、取れてないね。いや、返した。いや、ここは多分ジャックス耐えだぞ。ジャックス耐えでいい。いや、今いいフォーカスだったけどな。わあ、人数不利が最後まで響きそう。おっといや、今のクロスの速ささすがだな、MNM。抜群のクロスの速さだった。すげえ。やっぱ今のよ。今のがティア1チームの実力よ。見た今の。クロスのオーダー完璧だったよね。あれですな。Just good to see them back in the driver's seat now at 5-4. Valor still looking for some success on this attack. They've been unsuccessful in every single attack so far. And we've seen a clean sweep from MNM. They've taken us to the 3 sites that they are going to be occupying today. And we are back down on the basement. Now, this was maybe the strangest round demo. 少人数戦とはまた違うんだけど、今は単純にクロスの話だから。少人数戦っていうのは 3v5 とか人数不利な状況でどう立ち回るか、まあクロスも基本には入ってくるんで、その一部っちゃ一部だけど。なんだろうな、ベイラーは人数削られた時に何が起こってるかというと、広がったままそのままの初期の作戦を5人で組んだ作戦を3人になっても遂行しようとしていくんだよ。自分のエリアここでだからここを取ったらっていう、そのマップに対してそのポイントに対して確かにそこを取るっていう、例えば地下だとブルー取るのがめちゃくちゃ大事なんだけど、人数少ない状況でそれが有効かっていうのはあんま考えないっていうのがティア2チームのイメージ。そうじゃなくてスカーズとかは3人になったら3人になったなりのプランを発動してくるって話だ。Maybe users just getting caught out of position at that moment, but I mean Solosov as well. いや、G2 の一騎打ちだとは思わない。MNM はまあ次 G2 に多分なると思うんだけど、このままいくと同じ山だから、単純に考えて G2 の相手もさティア2だからさ、そう考えるとまずは G2 倒して、その後に俺は ITB かワイルドが上がってくると思うから、そこが結構きついかもなと思ってる。
when dealing with this bomb site. ねえ、MNM 解散の可能性高まってるからね、今ね。It looks like that's what we're going to see here and now, and it's でもここまで活躍したら ITB ですらチーム見つかったんだからさ。ITB ってイギリスのチームだぞ。まさかもしかするとあれじゃない？ケンドリューとかカントが放出されて MNM のローサーがそのまま ITB に入る可能性あるから。お、ベラ頑張ってる。これはいい汗だね。5人のセットやっぱうまいんだよ。まずい。まずい。やっぱ今のは残り30秒、20秒のまとめに対してのやっぱり落ち着きがわかるでしょ。 MNM も圧倒的に落ち着いてやってるけど、Tier2 チームバタバタってしてるでしょ。最後去ってさ、まあ位置分かってないのはしょうがないと思うんだけど、トッケビがさプラントエッジめちゃめちゃ悩んでたでしょ。ああいうのないもんね、やっぱり Tier1 チームって今見てると。少なくともやられるにしてもなんかもうここでやりきるよみたいなのは明確だもんね、意図が。もう一つのやっぱなんとなく ITB の気がする。俺は ITB にめちゃくちゃ期待してるけど、まあぶっちゃけ実力差はある、ワイルドに対して。ワイルドの方が頭一つ。MNM はね、なんか解散するっぽい噂が出てるけど、ソロトフとかもうラストダンスってポストしてるらしくて事実みたい。一応なんかジャーナリストが言ってるから、まあまあって、でもネロが給料半年離れてないって言ってたのかな。なんか配信で言ってたらしくて、ちょっとソースはそれは怪しいんだけど、でもラストダンスのポストは俺も見た。金欠なんだって、MNM。お金ないらしい。あんなにコミュニティ大会とかもちゃんと優勝してたんだけどね。まあ結局優勝してもね、お金はねえんだよ。スポンサーつかないと。いや、このメンバーいなくならないと思うんだけどね。ワイルドとか引き取ってくんねえかな、MNM のメンバー。もう今年十分見たよ、ワイルド。いいだろ、もういいだろ。もういいだろ、パックブルも。ね、ハングリー。RGL の賞金でだって300万とか500万でしょ。まあそれでも十分高いし、X-MOMENTさんありがたいなと思うんだけど、多分年間維持費 5v5 のチームって1億2億だかと思うから、10分の1にもなってないけど。でもコロナ終わってそのゲームバブル弾けて売り上げ下がってるらしいんだよね。いや、ジャックスいいね。この選手いい選手だな。今のさ、行かないっていう判断もめちゃくちゃいいと思う。あ、気落ちで終わった。マッチポイントだった今の。ここまで50分です。配信50分です。マジか。このパターン NA の1回戦でもあったな。はい、次いきます。ダンリミと G2。ダンリミがね、これ去年のチャレンジャーリーグの1位相当でここの枠に入ってるから、どこまで真剣勝負してんのかなっていう。ベイラーの方がまだ揉まれて上がってきてるから、ベイラーの方がワンチャンあんじゃねえかなと思ってんだけどね。銀行カフェ山荘いいよ。ゴン蹴ってるのいいよ。マジでゴン蹴ってるの。いや、危ね。最後ゴン残ってるじゃん。ナイス G2。マジでゴンはもういいです。いや、今どこも eSports チームきついよ。eSports チーム全体的にきつい。日本のチーム多分結構きついと思う。ゼータとスカーズと俺の見てる中ではね、CG はその親会社がすごい大きくてちゃんとしてるからスポンサーの影響はそこまでないと思うんだけど、sticking to the plan, getting the plant down where he can, and this is certainly one of those maps where you do want to try and prioritize. eSports チームはどこもきついと思うけどね。まあフナは海外資本あるからいけるとして、バレルも今なんか調子良さそうだよね。
でもクレストとかもしんどいんじゃない？まあでもクレストもあれか、親会社が専門学校とか別事業ちゃんとやってるから大丈夫なのか。でもそれはイコール別に e スポーツ単体で黒字じゃないってことだからね。親会社にお金入れてもらわないとって感じだからな。お、ベンジャー復帰したか？またなんか変なことやってる。また変なことやってるね。相変わらずそういうことやるんだね、実は。こういうの好きだな、実。はい、終わりました。まあそうか、そう考えるとあれだな、日本チーム安定してんな、案外。いやでもバロ部門持ってるところはどこまでヒーヒー言ってるからね、ぶっちゃけ。いやバロの給料マジで聞いたけどめちゃくちゃ高いからな。ちなみにアジアで一番金満チームは今ブリードだぞ。ブリードマジで金持ってる。だって家呼んだもんな。だってバロラント史上最高の選手って言われてるイエイアジアに持ってきたんだよ。すごくない？だってそれさ NA とさ、まあ NA かイエイは NA よりも給料良いってことは多分ブリード。まあもともとすでにいる最強のブリードのさ、アジア最強の若手選手はさ、契約金1億円だったらしいけどね。Try and keep hold here, sends out a toxic babe canister desperately, but Ben just playing Blackbird, attacking onto Bank Basement. This isn't how things are meant to be, but it doesn't matter if you're gonna come up with all the kills. しかもベンチャーが使ってる。なんで BB 使うの実？ドキもよく使ってたよね。銀行 G2 強いイメージあるけどな。そうね、やっぱり RGL の給与保証はでかかったと思う。やっぱここまで専業にみんなが集中してやっぱ CG 強くなれたのはマジ X モーメントのおかげだと思う。EA 取るのは正直ギャンブルな気がする。いや俺ブリードだったらいける気がすんな。周りが合わせられる水準が高いと思う。中国チームとかだとちょっとまだ厳しいかなと思う。なんかね、ブリードはそう失踪率に聞いたんだけど、なんか IT 企業、理解のある IT 企業が親会社についてるらしくて、ブリードってなんかすごい安定してるらしい。ドキ強すぎだ。最近マークスマン強いね。俺もマークスマン練習しよう。攻撃オペレーターやることいっぱいあるんだよな。まずスレッジのヘイロースキンで MVP 取って PV 作るって企画と、あとはグリムでしょ。でマークスマン、ライオン、ツイッチあたりを使いこなそうってやると、それだけでもう企画3本あるから。Cameras have been hacked and the diffuser now can be recovered. There's no smoke. Laser Cape is going to be burnt. There isn't any denial left. We've got 1C4 in the hands of IWI, but he needs to get himself into position. Hypex finds one a second. そうね、確かにね、Nobody has dealt with the player inside. イエイ揉めまくってっからな、各チームで。結局この間入った Tier2 チームでもどこまで活躍したのか全然わからなかったな。He's gonna have to play this perfectly. IWI now looking to come through. C4 gets sent out. A little bit of a panic. いい位置でプラントしてる。それ補強あるからプラント取りそう。It wasn't off the back of the most information. うまっ。Alamau comes off at the right time. Maybe a drone. いやそこは確実に相手が来ないといけないって言ったからなんかアレマオが1000人みたいになってるぞ。ヒゲモジャオになってる。みんな見えてるか右下。They know for Alamau if IWI Alamau went for the on. I don't think prowess of that players like just PUBG モバイルはあれですよ、給与保証ないっすよ。賞金が高いだけです。Very useful for the open area and also top floor. SFL 今になって伸びたのがちょっと複雑。なんで？いやストリートファイター6出たからそれは当然伸びるよね。ピザ好きゲーマーさんこんにちは。いやそうね、なんか若干トキシック感は家するもんな。クラウド9にいた時マジで暴言吐いてやめてっかね。勝つ気がねえやつらと一緒にやるつもりはねえぐらいのことですよ。親会社が大きいから e スポーツチーム大丈夫よ。TXM、FTX マジで。いや仮想通貨はちょっとリスク高いよ。
Not looking too good here for G2 as they go for a very direct approach. They've not chosen to do any vertical whatsoever. They've lost the hard breacher. Ninja didn't open anything up to start with. Doki will be playing on the Brava. It's a shame as well because there was so much value in the first few seconds of the round. シージここまで選ばれてたらさ、絶対さ、サウジの王族の中でシージ好きな人いるよね。まあでもそれもこれもファルコンズとか頑張ってくれたおかげなんだろうな、国内で。全然世界大会に出れる道筋なかったのに。それでも国内リーグしっかりやってたんだろうな、俺らの知らないところで。おもろいやんこれっつってなって、お金出そうかってなって、サウジの王国がお金出してくれたんだろうな。これが少人数戦ですね、5v3。これ組み立てられるかどうか。これはうまくクロス敷いてるね、ダンディに。うまい。これはもうカプカンは全然やる気ないです。味方の車線でなんとかしよう。またバーチュー一人残ってるやん。これ G2 の悪いパターンだな。サッカーみたいにみんなでサウジに引っ越し始めたらおもろい。確かに。あ、アメンボシが活動してたのかな、サウジで。It's been a while since we've seen an SI outside of Canada. Obviously, we've had an SI in Europe before. But to go to Brazil will be something else entirely. Yeah, haven't had an event there in about 4 years also. やっぱり G2 はベンジャが復調できたかどうかだな。グループステージマジでベンジャ死んでたもんな。うわっ、Oh my days! むちゃくちゃだ。 I said, you know, a little bit of lack of respect in the last round that you just can't walk in and kill them. これは今ので実力の差が出たな。あれ止められないってなると、だってライン組んでんだよちゃんと。あれはがうまいのは認めるけど、ガジェットのカバーもなければ、そのやっぱり初期動作が遅いんじゃない？ティア1チームに比べると。あれもう階段エレベーターやられた時点で受付の人がもうアレマンに対してフォーカスできてないとあのライン引いてる意味がないからね。まあ別の用途があったのかもしれないけどね。用務の人は完全にラペリングの入り間見てたな。ラペリングの家見たことによって受付の視点外せたけど、完全にアレマンはそれ狙ってたからさ、あれにやっぱ対応できないとティア1ではやっていけないんだろうな。ちょっとレベルの違いを今見たな。個で粉砕されちゃったもん。Not good enough at all. Benja hasn't really done much since round number 3, or round number 2, should I say. He went into round number 3 at 5-0. It's my fault. I said he was going to drop seen kills. the scoreboard. You did. You pointed him out. アレマンにやられたダンリミテッドの選手全員。いや違うよ。よく頭抱えてるやつあるじゃん。あれじゃね。いやこれ実力差だいぶあるわ。We've only seen a couple of rounds. You know, not full troll just yet. He's playing on the Twitch this time. He can't. あ、そうそうそう、それそれ。それよ。いやあれは頭抱えるしかないレベルだと。いや多分あんなのな分かってないんだろうな。別にそのダンリミが悪いってわけじゃないよ。やっぱりさっきも言った通り日々の練習の差で何を練習しないといけないかって練習ノウハウがやっぱりあるかないかなんだろうな。でもさ俺すごい思うんだけどさ、甲子園見た後にさプロ野球見るじゃん。甲子園ってさ例えばさ三塁の守備とかセカンドのショートの守備とかファーストに離れた位置の守備って結構たどたどしいじゃん。どんなに上手い選手でも。でもプロ野球ってさもう当たり前のようにそこら辺綺麗にさばくじゃん。でも例えば20歳の選手とかがレギュラーになり始めることってプロ野球って全然あるじゃん。高校卒業してプロ野球入って2年間2軍で頑張りましたみたいな。見違えるように守備とかうまくなってるの。それってさやっぱりプロ野球の練習ノウハウって全然違うんだなって思うよね。
equal それと同じことなん 3-3 だ as ろう Uno な。 now looks to see if there's an option to get a breaching charge off, but it isn't clean enough. He's not going to be able to open up that wall effectively. You can, however, disable the laser gate for a time, but that just gives the game away. Alamau now has it all to do. There's bees going out. It's all very chaotic, and there's only 7 seconds 今結構あれだ left. ね、横壁割れなかったの大きかったね。横壁割れなかったから勝負しに行かないといけないんだ。合ってたけどな今。 These players into these 1v1s, but neither one giving themselves away. まあでもプロ野球ちょっとクソな話があってさ、なんかプロって高校野球の指導とかしちゃダメなんだよね、確かルール的に。それ意味わかんないんだよ。Quote Alpha Armor a little bit here, demo. Whilst Dunlimited. いやーでも3-3で折り返せないときつそうだな。さっきのベイラーと一緒で、やっぱり攻撃でどうしても差が出ちゃうからな、Tier1 チームと Tier2 チーム。少なくともやっぱ防衛でアドバンテージ取って折り返せるようにならないと可能性は残せないよな。さっきベイラーはそれできたんだけどね。それでも覆せなかったからな。いや、元プロがね、なんか高校の指導できないみたいなルールが今ちょっと変わったと思うんだけど、15年ぐらい前にね、結構話題になったんだよね。だからプロ野球の選手で高校野球の監督してる人いないじゃん。その差はでかい気がするんだよな。学生野球を指導する資格を取れば元プロでもしてるできるようになりました。あ、やっぱ改正されたんだ。そう15年前ぐらいすごい問題になってね、結構ニュースで言われてたんだよ。電気さんありがとうございます。初めてでもイチローは別に引退する前から言ってたよ。自分は監督にならないけど、なんか野球とはずっと関わっていくんだなみたいな。体を動かすのが好きすぎて、多分じっとしてられないみたいなことずっと言ってたよ。あ、高校野球の監督には元プロの人も結構います。あ、そうなんだ。今できるようになったんだ。俺のね時代確かできなかったはず。俺が本当20代ぐらいの時、なんか20代の時それがすごい問題になって、その後どうなったんだろうと思ったんだよ。だからピンポイントで指導するみたいなのできてたんだけど。今変わったんだね。スタースクリームさん。As so much utility to get thrown in, but he's been stunned out. Hypex, he drops into a cloud of smoke. It's going to be Virtue to kick things off along with Benji. いいダイブ。2人で降りてた。でもな、こうカバーラインの厚さが。いや、でもいいぞ。ダンリミ。ああバーチューが SMG11 で耐えちゃった。マジか。いい囲い込みだったんだけどな。でもやっぱ中の情報も取れてないよね。さっきのベイラーに引き続き。今のも駐車場側にいること分かってなかったもんな。まあちょっとそのちゃんと見てないからあれだけど、情報が腐ってたのかもしれないけどさ、一回回したのにみたいな。お、なんだ、なんか入ってる。なんか入ってる。ベンジャーさん。あ、ベンジャーさん。あ、ベンジャーさん。智弁和歌山の監督が元プロだったんだ。いやでもやっぱプロのノウハウを高校野球とか落としてあげないとね。ただでさえ少子化進んでスポーツ人口減ってるからね。野球の守備はシージの攻撃入れるのが大事。まあなんかダブルプレーみたいなもんだからな、クロス組むとかって話はガチでダブルプレーに近い考えだと思う。RDL の LCQ の優秀さはどこですか？僕ノンセプションです。ノーインフォって言ってる。Have a look at the site and see what sort of strengths and weaknesses they've got to deal with. The defenders now have to try and move through and make something happen. Virtue's going to be first in, but he gets taken out by the nade. If not, the man would have probably done it himself next to double. Uno. いや、ここのパー銀行のパーティションってさ、マジで厄介すぎるよな。あ、危ない。位置が確定した。ああ
he's got time left to disable that diffuser. What a clutch. You can see by the look on Doki's face. They were not expecting that でもなんか Every single one of G2 車線管理2人ミスってたよな。パーティションの真ん中で見えちゃった最初のウーノの戻ってきた時のキルと、イヤマの方は多分アレマの方カバーしてあげてたからしょうがないとしても、最後のキルもなんであんな中途半端なところにいたんだ。キル取ってから少し間があったよね。いや、こう見るとやっぱりちょっとティア1のチームの選手の個の力のなんかズバ抜け具合もすげえな。いや、ここまで差があんのか、世界もティア1とティア2は。なんか人知れず土器が落ちてた。今結構シュールな絵だったね。いや、この間も NA っていうリーグがあって、NA も似たような感じだったんだよな。あ、でもあれティア1じゃ、ティア1同士だった。ビーストコーストとワイルドカードティア1同士だったわ。あとカーン&コー頑張ってたな、そういえば。アリアルアライズはもうなんか一瞬でやられちゃったから誰が何だったか全然思うよ。カーン&コーは素晴らしかったな。NA のカーン&コーのメンバーはちょっとトップリーグのチームにそれぞれ就職してほしいな。They've maybe not got everything that they would like to have. Skipperino going to pick up one onto Benja. Benja again. まあでも2対6で、まあ飛び出し1回やっとくは全然ありだと思うけど。だってさ、今何やっても勝てるじゃん。さっきも結局ウーノが1人で全部覆してくれちゃった。今もディフューザーがっつり落ちてる。一応ラッペリングで近くにいるもの。I sees two players swing him at one time. Virtue of a rotate. Is this a good idea? Looks to be the case. And is anyone going to know that he's actually playing this aggressive? There's yellow pings, there's information. You just seen him, Virtue. Position is going to be called out now, but nobody's on the window to punish him. Up goes the nade. Virtue dodges that one. Virtue's doing very well to stay alive, but I think his luck's about to run out. まずいです。あぶねえ。今ちょっとずれたかと思った。あれまた8の4のウーノさんですよこれ。これでもディフューザー持ってるのは多分ラフェ側なんだよな。あ、バレたバレた。よく見えたねそれ。どうやって見えたの？それ見えてる？ローガンだから何も見えねえぞ。銀行の飛び出してリスクでかすぎですか？いや、2回は飛び出さないとダメだよ。何回かに1回は。全部飛び出せとは言わないけど、2回は飛び出してラペリングかかるぞっていう姿勢見せないと、マジで守れないと思う。2回回ってきた時に。どっちかは飛び出さないと、まあ、飛び出さないとっていうか、飛び出し狙わない、狙ってるぞってプレッシャーかけないと、マジでラペリングがしんどい。特にアザミバンの状況で。アザミバンだったらみんなあんまり飛び出してないんじゃない？アザミが残ってる場合、使えてる場合は多分あんま飛び出してないと思う。大崎君いらっしゃい。いやマジでローガン始まってるから最近サプリとかに書いてあるラベルあるじゃん。あれがガチで読め。ああ、いえいえ、ザッキー君、オーバーありがとう。他にもね、おもろいやつったんだけど、ちょっとね、フラグ握りしめるやつがおもろかったんだけど、ちょっとやっぱり相手に対してのリスペクトが、あれが 1v1 で決まってたら採用してた。あれが 1v1 で成立してた。ちょっと 1v3 でやっちゃうと、ちょっとナメプに見えて、ちょっとリスペクトを書いてるかなと思って外させてもらって。次も期待しております。And will. So no nades left, and IWI going to be the next player to fall. So ここで決めきれないのがなんか G2 っていう展開になるんじゃないこれ。ちょっとそれを期待してます。でもなんでさドキ今有刺鉄線残ったんだけどさ、なんで有刺鉄線置かないの？なんで一つ残るの？All of the gas canisters still in his pocket. Benji, it's the same position he played last time, all I remember. Unlimited are gonna
suffer the same fate where they are looking for that backdrop. A great rotation from Benja. They thought he was inside a elevator. Down goes Ship. 本当見えてたの隙間一瞬だったのに今。もうめちゃくちゃだ。もう一人ずつ8降りてるやん。It was Virtue and free kills in the last round. This time it's Benja. Those two defending the back. ナメプしてやられたのは逆にノーマイガーだ。何このソーシャルボート。めちゃくちゃダンリミ応援されてるじゃん。何これ。草草の草尾なんだけど。G2 クソ嫌われてるもしかして。G2 クソ嫌われてんじゃない。ここまでで1時間11分の配信。最短記録更新まで。確か前回ね2時間切ったんだよな。NA の1日目。いやでも日本と同じで海外もそこまでティア2チームの試合まあ一応あったのか大会はランブルがあったんだよね一応Uno is who they've chose, who I think in terms of supports inside of EUL. You'll not find many with more experience than Uno in there. He's been around for a very long time. それを考えると、まあ日本ほどはティア2チームの試合見えてないってことはないと思う。あ、俺この辺り見たな。やっぱ次うまいんだよね。G2 not coming up all roses here though. 3 versus 3 with Hypex very low indeed. Virtue sat on the upside down rappel. Uno's actually got himself into the map. He does have the diffuser, but he needs a little bit more space to make that happen. Benja's got a really important engagement here. あれもがさ、嫌なやっててさ、ベンジャがあれだ特権だぞ。これ多分ベンジャがあんまりうまく機能しなくなってきたから役割変えようぜみたいな正直になってるかもしれないけど、必ずしもアレマオが嫌なでファーストアタッカーやってると思わないけど、フラグ持ちだからなんか後ろでサポート嫌なみたいなのちょいちょい出てくるからかもしれないけど、明らかにベンジャの位置は結構変わってる気がするな。俺気がきついたらなんかワンブースになっておや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 あ、通っちゃった。の魂のプラント。And we can see G2, they're making their way up onto the roof. IWI, you can pick that all you like. Virtue and Benja here waiting to collect, and collect they will. Virtue and Benja cleaning things up, but that round... And it's handy to play, especially when you're going to play the castle. Sometimes castle's biggest, sometimes the biggest problem that castles can face is the damage that it does your own team. That's why it's mainly seen as a competitive operator and not always an operator that's ranked and things of that nature. You've not always got the same level of team play. いや、ここもベンジャーカピタルなんだよね。やっぱベンジャーの役割変わったな、これ。ロールチェンジしてんな。Obviously, Dunlimited have made. I don't think they're going to get away with the same idea of just swinging in through cocktail, utilizing the Bs and the nades. Instead, looks to be a little bit more traditional, trying to gain control of red stairs. Oh my goodness. ベンジャーはね、特にトッケビじゃないよ、ヌックが多かったから。The only issue is getting Alamau in to use that hard breach gadget for red. G2 for me aren't really the team. まあファーストというよりもセカンドの方が多かったけど、でもカピタオとかさトッケビ使って、まあトッケビはさヌックとは近いけど、カピタオ使ってるってことは明らかに手動寄りのサポートってことでしょ。But now a lot of teams are really trying to utilize, different gadgetry with Brim being a big one. Capital comes in. We've seen that a few times. 1での動きやめさせた感じはだいぶあるな。多分1での動きも刺さんねってなったんじゃないかな。研究されてるかなんかで。ドキかアレマーがファーストアタックに見えるな。起きた8。ほら、ベンジャーもう完全にセットプレイ要員だもん。Benja going to send the utility in now and force a Rooney out of position there. Hypex going to have to rotate back. Hypex 今良かったね。あ、
アーマーパネルがあったからか。to still be up at the moment, but the castle barricade doing a lot of the hard work for him. He will, however, take Doki out. うわー、すげえ。 He will be Uno. He's been promoted. He's on the 足だと消えないはずなんだけどね、もう。突っ込んできた。その連携はさすがだな。いや、今のがやっぱりティア1感あるよね。あ、まあでも防弾カメラすり抜けたのか。強っ。いや、フォーカス決めた時の連携がやっぱ段違いに強いね。MNM にしろ G2 にしろ、あとフォーカスの決め方がもう明確だし早い。強いね、やっぱり。1の動きの作戦はファビアンだったからできた気がします。あ、確かにね、それはあるかも。ファビアンマジうまかったもんな。そう、一旦停滞したっていうか、一旦さ、あれなんだよ、止めたんだよね。リズム変えた感じだね。で、Sラペ入れて、そこにフォーカス集めてるけど、まだラペリングだからそんなにプレッシャーかからないだろうってことで、ウーノがヌック使ってトイレ潰すっていう。やばい、もう何も映ってないけどみんな倒れていく。いや、それマークスマン強いよな。満を持してもプラント入れちゃってるわ。これ止めようがねえ。しかも階段下、窓下ロック。今のヤジャブで確実にいるの分かったが、当然ロックが強すぎ。ベンジャーがなんかすごいところでカメラ止まってるな。これ 7-0 いったら1時間30分終わりあるぞ。最短記録。お、最短記録目指してくれてる。あ、でもウーノ飛んじゃった。これ速攻してるな。おお、勝っちゃった。F ナットがやってるの勝っちゃった。いやでもちょっとあれはダメージ食らいすぎたな。これちょっとプラン変わんじゃない？エリア全然取れてないし。ハードブリッジングチャージで分けんだ。だって F ナットってさ、起動してなくてもそこから確実に来てますよっていうことが分かるガジェットじゃん。どっちかというとそっちの方がきついじゃん。来てますよっていうのを確証させられるっていう判定の方がさ、にもかかわらず勝っちゃうんだよ。あ、いいかば。おー、素晴らしい。ロリック。これはさすがに厳いない。そしてまた一人残ったバーチュー。これまたやってんな。カピタウのタクティカルクロスボウを上に打って車線切るっていう、上の車線切るっていうやつだね。G2 が最初にインビかなんかで使ったやつだね。まだやってる。あの盾強えな、相変わらず。置くのむずいんだけど。55 seconds, Dunlimited. They might just find themselves entering the scoreboard here on Kafe for the first time. I would love to see him get a one tap. He's fishing for it as it stands. I don't think これはさすがにや。ディフューザーもドロップしてるし。It's only a matter of time. I think G2, it just shows that going direct, if a team doesn't give you any kills in the early game, which is the comparison we can make with MNM and Valor. Valor gave MNM めっちゃ打ちまくってもうない弾が。If you don't get all of the いいんじゃない？一本取って落ち着けるんじゃないこれ。3-3で割り返したいね、ダンリミ。2周目対応できるかどうかだな。出た、火花ショットが。このさ、アタッチメントスキンなんだっけ？バチクソキモいね、先っちょが。これまた行きそうだな。See the Jaeger take a bit of damage. Alamau tosses more in, and somehow IWI is still alive.
Does have Rorik below as well, so expecting some vertical pressure potentially. At least trying to keep his teammate safe for the time being. 6 nades might become a little bit of a rarity with the changes that we are seeing in the patch notes. You have to bring a really funky lineup to get a 6 nades or not. Doki will be the first player to fall, swiftly followed by Benja. Alamau storms in, trying to make something happen. Gets a great one-tap over onto Hypex and Virtue's back. Uno now starting to try and get that plant down. Skipperino, you got nowhere to go. There's no rotation. He's locked himself out. Rorik, you might be below, but you're not going to be able to do anything from there. Uno is going to guarantee that plant. You could have all the information in the world here, but not be able to do anything with it. Misses the free fires. The shotgun's not loaded. It's a horrible time to be a mute below. Can move up white stairs, but you know what's going to be waiting for him? A G2 gun pointed in his direction. Uno ready to hit him with the flump. Is he going to pick him from close range? Yes, he is. A plan to kill. Killed the walls. As you could see. So we head to our reading site now. Bit of a change of an operator appears. We see the Ram. And certainly an operator with a your vertical action from a window is very impressive. ちょっとフェーズ味が出てきてる。やっぱラマーリョコーチなのかな。以前のフェーズっぽい戦い方するな。まあアレマがこういうの好きなのは分かるんだけど。Always will be some form of it. See the Rooney Gates is going to be that for Dunlimited this time. Doki gets picked off. There goes the Nomad, so flank protection is not going to be in the cards for G2. Right now, if you actually look at the initial setup for Dunlimited, it's very similar to what they've done in their top 4 hold, where they want to play in towards Bathroom, in towards Freezer. This sets up very similar to what MNM were doing earlier. It's a nice comparison we're seeing for both sides. Both sides really taking a page out of MNM's books. This is working well for Dunlimited. 2 picks have found. No response there. Alamau drops in. Diffuser is still on the rooftop. Needs to see about picking that up. そうなんだね。あれもそこに入っちゃうと。ディフューザーを別の人が拾わないといけなかった。It's really unusual to see kills go against G2 and nothing happen off the back of it. Usually there's a really bloody gunfight that ensues as soon as one kill comes in. But G2 have just sort of laid down and took it, and now there's a third. Really what's going on here inside of this round is that Dunlimited are doing such a good job. そういえばアークのリメイク出ますよ、今月を知ってる。リマスターでしょ。めちゃくちゃ画質良くなってるやつでしょ。悩んだ。悩んだけど、あれはマジでできねえと思って、俺は積みゲー40本の俺としては一旦スルーかな。ナイスナイス。2本取れたぞ。実ここでタイムアウト取んの？草。シティスカイライン出るんだ。2ね。今日か。みんなでやるの楽しそうだよな。だってアークとかの世界で700万本ぐらい売れてるらしいぞ。積みゲー増えてるけど対策を俺今結構ちゃんと消化できてるから昨日の朝繰りもそうだしあとアーマードコアが結構順調に進んでるザッキー君言ってたよねシティーズスカイライン欲しいって今4000年じゃない方だね2000年の方だねI think that's the closest C4 that we've seen all day through a hatch. We've seen quite a few. 楽しすぎてプレイするのはこれができるどういうこと Finally get a little bit of damage, but not quite the finishing blow. What a いやちょっと今年はマジで対策出すぎなんだよな Skipperino credited him with the nice shot. It's kind of a surprise that something like Azar いやでもちょっと今日シージやろうかな朝繰りやろうと思って朝繰りもやってシージもやるでも夜今日 ITV とシークレットの試合だけ見てから寝ようかなと思って明日の朝午前中に RGL 行く前にそしたらもう1試合見ればいいだけでしょただ1時間半ぐらいか2時間ぐらいで見れるもんな
BO3 仮に3マップ両方とも行かれると4時間弱かかっちゃうから。カスタムってシージのカスタムはね、人数揃えるのが結構大変で、俺が今配信夜できるかどうか不安定すぎるから昼の仕事し始めた関係でカスタムとかはやんないかな。とりあえず自分がシージやれてないからどんどんもっとシージしたのに飛び出しとるやないけ。あ、調子に来た。あー、マークスマン強し。マークスマン強。ね、DMR って今実況も言ってたもんね。All sitting pretty low. Even a Goo Mine kills them. Yeah, not a great deal of HP between them. Not full 2 HP players between the 4 remaining. Benja, all you gotta do is land a couple of shots. Benja めちゃめちゃドローンで見られてる。IWI found down here. Benja and Alamau back to back against Rorik and Hypex. There's some time left here to try and make something happen. Benja, he's digging himself in. He knows that he's got to try and play for his life here. いやでもベンジャーがエリア広げたから、うわこれきつい。プラントに行かないといけない攻撃がきつい。あ、It's all down to Rorik. いけないよね。おお、よくベンジャー抜いたのに。That was pretty unexpected there, Benja. やっぱマークスマンか、みんな時代は。マークスマン今最強っていう動画作ろうかな。Again, just getting a little bit too wrapped up in the moment. Now it leaves G2 only 2 rounds away here from advancing through our last chance qualifiers. ハーフの人の名前にありそう。マークスマン強し。ねえだろ。聞いたことねえよ。まあ実際最強だよね。いや今回のアップデートでマジでさ F2 をさグリップ戻してほしかったんだけど F2 のグリップないってちょっとさすがに調整としてエグくない？さすがに戻してよって感じだよな。いいよ別に銃強くてもねえ。スイッチそこまでまあショックドローンかなり重要だけどさそこまで盤面に影響を与えるとは思えないんだよな。これはさすがにだ。今結構アレマオが陽動してあげたけど無理だったね。あれ気がつけば 1v3 なんでRorik, he's been the standout player in this game. He has 3 more players that he needs to kill to keep his team alive. 6-2 is looming over us. まあフラグの調整はちょっと見てみないと分かんないけど全体的におもろい調整だなと思ったけどあとそのウェルカムマットだよな問題はなんか秒数いろいろと変わってたけど You can see just based on G2 sitting in these comfortable positions Rorik has no idea that Virtue's upstairs with him He does know now as he takes a shot through the chest. いやもうここ勝負してないもんなバッチ。いや立ち上が最強マジで最強。地味に一番最強なアップデートは立ち上がだと。あれ？現在配信し始めて1時間29分。冒頭ちょっとなんか配信のテストとかしてたから調整してたから実質1時間半切りだと思った。ここで決まればいやこんなに差があんのかえぐいね。Things just get a little bit trickier the deeper we get into these last chance qualifiers because we can only send 1 team. Communication looks to be on point for G2, just even the way they've set up. 1 guy inside of VIP, Alamo playing aggressive, Benja behind him holding the window. 今日でもスタートまでにマジでさ5分ぐらいあったからさ実質後で YouTube で編集するけどさ1時間半切ってる可能性大いにあるぞこれ。いや今ねちゃんとカウンターによってヘッドライン重ならないようにしてるから偉いよな。じゃあごさいらっしゃい。俺もマットはちょっと判断難しいな。Pressure is starting to build now, and he'll do just exactly that. IWI gonna fall down. The triple, look at him down. Oh no! 終わった。Unfortunate for Benja. He looked like he was about to go on a tear, but てかさ、圧勝すぎてカメラもついていけねえじゃん。なんでキル発生したのかマジわかんねえよ、この試合。
1時間30分でちょうど終わりました。ちょっと差があるね。ウーノが止まって見つめてきてた俺のこと。はい、というわけで今日の観戦配信はこれにて終了でございます。ということで MNM とG2、これあさってですね。今日の夜始まるのはこの Into the Breach とティームシークレットでございます。そしてワイルドと恋なので、これあれだな、やっぱりこれ見ようかな。これ見て、これ23時スタートだったんだよ確か。でちょっと待ってね、グローバルスタンディング見るわ。何かっていうとあれね、インビポイントの話ね。今こうなってて、リギッドまでは確定したので、まあ、350前後じゃないかな。こう見るとウルブズいけてないのおかしいよね。だからヒューリーとかブリスとかいけんじゃない？ここブリスもよういったよな。まあダークゼロもいけるっしょ。 SSG ちょっとわかんないな。で MNM がMNM 結構微妙だね。 G2MNM 結構微妙だね。 MNM あんなに頑張ったのにこのポイントしかねえのか。 CG だとあと100あればいいんでしょ。スカーズがさこないださベスト8で140だから、ベスト8で140ってことはやっぱベスト8で350ライン超えるからベスト8いけいいんだよ。ベスト4いかないと厳しいって見てたところが一気に解決してるから全然 CAG はありだと思うよ。というわけで皆さんありがとうございました。朝やからまた夜の配信でお会いしましょう。お疲れ様でした。ではでは。